はい、今回ね、筋交い、中の通りの筋交いなんですけど、上側はこんな風になってます。要は上にね、ここに針がない状態なんで、突っ張るとこ、ね、筋交いに突っ張るとこがないんですよね。なので、まあちょっと縦場使いの火打ちっていう風なイメージで言えば分かりやすいかなと思います。まあ裏側にはね、このようにね、ちゃんとね、金物入れてますけど、まあ、これはまあ、触れ止めですよね。まあ、抜けないようにするためですよね。もちろん、まあ、このリベロは結構途中、柱の途中で効いてくれるんで、まあ、上に小勢がなくてもそれなりにゼロ、まあ、効かない、全く効かないってわけじゃないですけどね。入れないよりかは入れた方がいいですよね。で、今回はまあ、ここにね、コーチボードで柱に塗ってます。まあ、コーチボードの下穴はちょっとダス目に開けといてね、この筋交いに対してはね、そして柱に対して効かせるということです。実際地震の時にね、ここに釘が1本打ってある筋交いがね、このね、木目、ね、木ですね、この正目に沿って割れちゃって、前にベコって出てるね、とこがあったんで、ちょっとね、その辺は動くようにもし、金物で固定もするということにしてます。はい。今回ちょっと得したんだね。まあ、実際に、筋交いこんな風に入れてますよっていう動画はね、また後で、付け足しておきます。はい、ということでね、大体のね、補強っていうかね、まあ、これぐらいはやっとこうかなっていう部分は終わりました。まあ、水平火打ちがね、ちょっとまだ入れてないんですけど、天井地をしながら入れようかなっていうぐらいですね。まあ、もともとないんですけど、はい。まあ、ざっとなんですけどね、こんな感じでやってます。そうですね、垂れたる部分をまあジャッキアップして縫いつなげたり、まあ、抜きだけで筋交いの入ってないところはもう壁にドーンとね、米末のね、筋交いを打ち付けてます。これはこの手前にね、壁の下地をもうしていくってことですね。はい。で、まあ、桁とかね、向こう側に倒れてる部分をね、こんな風につないでます。雲筋交いをね、こういう感じですね。抜きを使って雲筋交いをしたと。そしてまあ、針のね、抜けるようなところですね。ああいうところはね、やっぱポーンって上にね、突き上げで抜けちゃうってことが、私地震の時にあったんで、抜けないようにね、まあ、補強するってことですね。はい。これはもう壁周りですね。中の通りなんですけど、まあ、大きいね、筋交いをね、2箇所入れました。まあ、理想で言ったらね、こういうことをする場合だったら、まあ、土台を据えた方がいいですよとです、お金があったら。はい。僕だったら、まあ、まあ、これでも十分いけるだろうということで、これでやってますけど、ね、仕事でやる場合だったらね、土台を据えた方がいいよねっていうふうには言っちゃいますけどね。はい。要は、いい方、ね、いい方を取る、間違いないっていう方を取りますからね。はい。まあ、こんな感じで、中の通りに、まあ、一箇所筋交いが入るのと、まあ、この土間ですね。土間にもこのかけるの筋交い一箇所入れてます。はい。まあ、中庭側はね、このようにね、壁で、補強してますから、こっちの方は結構強いと思うんですよね。だから、あと、まあ、向こうの手つかずのね、倉庫部分のつま部分ですよね。あっちの補強を全くしてないんでね、それはもう、だいぶ先になる、だいぶ先になるんじゃないかなって感じですね。はい。まあ、こんな感じで、まあまあ、主にね、ほとんど見えない、隠していく、見えないようにしていくために、まあこんな感じでね、打ち付けで補強してます。まあ金物を使わずにね。はい。まあ柱も、結局柱を中に1、2、3、4、5本立ったんですね。はい。そしてまあ外に1、2本出しました。だから7本ですね、立ちました。あとね、何箇所はやっぱし、ね、上と下ね、こんな風にね、ボルトで縫うっていう感じですね。このようにね、ボルト、上に貫通させて、上からズンギーボートで縫い付けてます。下もね、羽子板でこうやって基礎にね、基礎というか土台の、まあ、ベースの部分ですね、にアンカーを打って縫い付けてますってことですね。これでまあ、中の通りはね、抜けないだろうということです。はい。まあ、もともとないっていう家ですから、なくても地震に耐えてるっていう家ですからね、結構、まあ、その辺は、地盤がいいのかもしれないですけどね、ここは。はい。まあ、こんな感じで。はい。まあ、抜けないようにっていうことですね。はい。あとはですね、あそこの隙間ですよね。あの隙間をね、埋める。面倒つれるんですけどね。はい、どうしようかなって感じですけど、まあ、考えてる仕方があるんで、それでなんとかやっていこうかなと思ってます。
まずね、これを、終わらしたんで、次の工程に行きたいと思います。